我は最果ての魔王ディープブリザードである。今回はお絵描き初心者から中級者まで幅広いポンポコリンから質問の多かった綺麗な線画の描き方について解説と修練を行っていこうと思うのであるぞ。今回は2つのことを意識するだけで劇的に線画の質が良くなるという方法をお教えしようと思うのである。絵を描き始めたばかりの者、そして絵を描いていてなかなかうまく描けないなと悩んでおる者はぜひぜひ見てほしいのであるぞ。ディープブリザード。こちらが今回の講座で使う線画を描くためのラフである。まずダメな例として先に我が描いた絵を見てもらおう。それがこちらである。どこがダメかといえば、線の太さや細さ、強弱があまりついておらず、全体的にのっぺりとした印象になっている。そして線のはみ出しや線のつながりがうまくいってない箇所が多数見受けられる。線画をきれいに描けてない理由というのは主にこの2つである。線の強弱をしっかりつけること、線をきれいにつなげること。この2つだけを守るだけで線画がぐっと魅力的になるということを今回は教えていこうと思うのであるぞ。ディープブリザードでは新規ベクターレイヤーを作り解説をしていこうと思う。先ほどの悪い例と同じペン設定を使っていく。カスタムをした粗い鉛筆の太さが 0.7mm である。まずは我はまつげのラインから線画を入れていく。まつげの外側のシルエットをこんな風に取っていきながら、その内側をこのまつげのこの流れに合わせてタッチを入れながら描き込んでいく。こうすることでまつげの毛の流れを表現したりとか、あとはこれを例えば適当にくちゃくちゃくちゃって塗ってしまうとこのシルエットが崩れてしまうのでそうならないように丁寧に一筆一筆に意味を込めながら描いていく。最初にこのパーツを描いているのはちょっとこの線の強弱だとかルールを説明するときにちょっと例外的な箇所になるので、こんな風に線を濃く塗り重ねるという場所はあまり我が絵を描く際にはやっておらぬので、まずは目をこんな風に描くと。じゃあ反対側の目も描いてしまう。まずは目の部分が描き終わった。ここから一つ目の我がよく守るべきルールだと思っていることをお話ししていく。それは輪郭は太く、その内側にあるものは細くである。輪郭というとよくこのキャラクターのこの顔の部分、顔の輪郭線のことをイメージする方も多いかもしれないが、輪郭というのは物の外側の線のこと。例えばこういう髪の毛で言ったらこの頭のラインであったりとか、あとはこういう手とかのラインとかであるな。物と物を区切るラインのことを輪郭と捉えておくと良いである。ここは別のパーツだから、ここはついていないパーツだからみたいなところをしっかりと分離させたい時などに輪郭を強調して描くと、しっかりと奥行きであったり立体感を出すことができるのであるぞ。なので簡単に言うと、顔の輪郭部分はこんな感じで何回かなぞって太めの線にしたりする我は。こうすることでしっかりと顔の形というのを見せることができる。で、顔の内側にあるパーツ、眉毛や鼻筋や鼻、口などはあまり太い線では描かない。なので先ほどみたいにこうやって二重になぞったりする線ではなく、力を抜いて軽くスッと入れたりする。力を抜くことで筆圧の違う線を自由に描くこともできるが、筆圧をうまくコントロールするのが難しいというものは、今は 0.7mm のペン先を使っているが、例えば 0.5mm などにして線を引けば他に比べて細い線を引くこともできるので、細い線を引くのが苦手という方はペンの太さを適宜描いてみると良いである。そして眉毛も輪郭のように太くなぞったりはせず、軽くスッと線を入れていく。同じペン設定でもペンの強弱を使い分けるだけで綺麗に太い線と細い線のコントラストが生まれて、立体感であったりペン入れが上手に見えるようになるのであるぞ。最初にまつげのラインを描いていたが、
まつげを太く描くっていうのは、やはり目の部分をはっきりくっきりと見せたい、目を大きく見せたいという効果があるので、太く描いているとも言えるであろう。これで、まずは顔の輪郭の内側にあるパーツを描くことができたので、次はその次の輪郭のライン、髪の毛のラインを描いていこうと思うのであるぞ。ディープブリザード。髪の毛も肌の部分と髪の毛の部分の境界線にあたるこの線は、しっかりとした線で描いていく。綺麗な線が引けるまで何回もこうやってアンドゥするのは絵描きあるあるなのではあるけれど。で、こういう綺麗で長い線を描こうとすると難しくて、こんな風に線がよれてしまう時があるのだが、こういう時にベクターレイヤーが役に立つ。サブツールの線修正からベクター線つなぎというツールを選び、線をつなげたい場所をこうやってなぞってあげれば線をつなげることができる。もちろん自分で線をつなげるのも良いのだが、こうやってツールに頼ることで簡単に綺麗な線をつなげることができるので、これも自分の線画の好みややり方に合わせて調整していくと良いであろう。どうしてもその線つなぎだけではうまくいかない。例えばこんな風にクロスしたラインが出てきた場合は、ベクターレイヤーを選んでいる状態で消しゴムを選び、交点までを選択する。そうすると、線と線が交わった部分を軽くクリックするだけで綺麗に消してくれるので、間をちょっとこうやって修正してあげれば、綺麗な繋がった線にするということも容易にできるのであるぞ。あとは今、我が結構この画面をくるくる回しながら描いているのが分かったであろうか。こうやって描くときに、描きやすいカーブの形というのがある。その形に線画の向きを合わせて、例えばここだったらこんな風に。この向きだったら1回で描きやすいと。ただ、こうやって横にしちゃうと、こうなんか何回かこうしなきゃ描けなくなるみたいな風に。自分の描きやすい角度、描きにくい角度というのを意識しておくと、その角度で自分がどうやったら綺麗に描けるか、どうやったら難しくなるのかっていうのを知っておけば、それもまた綺麗な線画を描くための手助けになると思うのであるぞ。こうやって不要な線を消せば、綺麗な線画を簡単に見せることもできるのである。大まかに外側の線を描いたので、こうやって髪の毛のこの内側に入っている線なんかは、軽く細く、スッと流すように描くと、髪の毛の細さや毛の流れを表現する線として、綺麗に見せることもできるのである。そして最初に言っていた線と線をきれいにつなげることというのの一つとして、このようにこの部分が線画がくっついていないせいで物の立体感が失われている。そうならないように、こんな感じでベクターレイヤーで消去することを前提にしっかりと線を交わらせて、不要な部分は消しゴムで削除をして、そしてこの交わっている部分こんな風に十字で交わせるということを意識しながらカーブを描いて線をつなげる。そしてこの重なった部分は削除しよう。これでくっきりと綺麗な輪郭線と線のつながりが描けたのが分かったであろうか。ディープブリザード。まずはこんな風に大まかに輪郭線の太い部分をしっかりと太く描いてから、こうやって内側に入る線は細く描くというのをよくやるようにしておる。今自分がどこを描いているのか、どういう風に描いたら良いのかというのはいつも意識しながら描くこと。線画を描くというのは非常に集中力のいる作業であり、自分が何を描いているのか、どういう風に見せたいのかというのをしっかり意識しなくてはいけない箇所であるということをいつも考えながら線を引くと良いであろう。こういう着ているシャツとかの細い加工された線なんかはこんな風にもかすれ気味に線をあまりつなげずに描くことで、細く繊細なシワになっているんだなということを表現することができるようになるのである。キャラクターのこの肩のライン、服の外側になるので、これも輪郭となり、深くしっかりとした線をまずは描き込んでいく。そしてこのキャラクターの内側にあるシワのラインは細めの線で描く。本当にこれだけを守るだけでもかなりしっかりとした線画に見せることができるので、
線の強弱でキャラクターをしっかりと描きたい場合は、このように意識すると良いであろう。そしてこの細い線の中から出てくる腕の輪郭はやや太めにこうやってしっかりと描いてあげることで、服と腕の境界線をしっかり見せることができ、より立体的な構造に見せることができるのであるぞ。これでまずはキャラクターの体部分を描くことができた。次に髪の毛の描き方に入っていこうと思うのである。ディープブリザード。髪の毛は特に長い流れをしっかりと描かなくてはいけないので、線と線のつながりをきれいに描くということが難しくなってくる。こんな風に。なので、適宜この線つなぎツールやベクターレイヤー用の消しゴムを使いながら綺麗な線画になるように調整をしていこう。これで髪の毛の輪郭線が描き終わった。そしてこれまでと同じように細い線で髪側の内側の毛の流れを描いていこう。強弱を意識して描き込んであげるだけでぐっと魅力的な髪の毛の流れを表現することができるのであるぞ。これで完成である。左側が線画の強弱を意識せず、そして丁寧に整えることをしなかった線。右側が線画を整えて、そして線画の強弱を意識して描いた線である。比べてみると明らかに綺麗で、そして見栄えのする線画になっているのがわかるであろうか。輪郭の外側を太く、内側を細く、それを心がけ、そして線をきれいにつなげ、はみ出した部分を消す。線の強弱、そして線を整えるの、その2つを意識しただけでも、これだけ線画がきれいになったというのが分かったであろうか。ディープブリザード、いかがだったかの？簡単に実践ができる方法で、そして意識を変えてみるだけで、あっという間に綺麗な線画になったのが分かったであろうか。もちろんこれだけではなく、日々の修練の中で自分の中でどうやったら線画が綺麗になるのか、自分が求めている綺麗な線画とは何かということをいつも頭に置き、それを意識しながら描き続けることが大事なのであるぞ。今回我が教えたことを必ず理解し、その上でどうすれば良いものができるかを考え、それを日々忘れることなくお絵描きを楽しむのであるぞ。ぬわーはっ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 は。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。